雑談です。お耳です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、ナレーション撮りがありまして、ということは陣内君が新ネタを作りましてね、それのナレーション撮りがありまして、それに行ってその後打ち合わせをして夜からですね、水道橋博士さんの、ニコ動でやってるザ・テレテレビジョンという配信番組をやっておりますんで、それに行って、やっておりました。で、午前中とか昨日、一昨日かに、水道橋博士さんの YouTube の方に、この間の朝やんというトークイベントのそのしゅんさんの回をダイジェストを作ってあげてるんですが、これがねなかなか、いいのでというかね、壮大な話になってしまうのをこうギュッとねこう触りだけ編集してやってるんですが、これぜひね見ていただきたい。でそこを入り口にねぜひ配信期間2週間のうちにぜひね本編を見ていただきたいなと思っておりますが、そんなことやっておりましてですね、そんなところですか。大きな梨をいただきましてね、陣内くんがいただいたいつも陣内くんの YouTube 見ていただいている方はわかるかもしれないですけど、愛さんというね、昔からずっと陣内くんを応援してくれるっているファンの方から大きな梨が届いてましてね、でたくさんあるんでみんなでつって相当でかい梨ですよ。おそらく1玉1000円超えるんじゃないかなっていうぐらい立派な梨をいただいてきて、それを帰ってきて一つ食べたんですけども、ほら美味しい、もうね溺れますよ。梨に溺れるってことあります？あるかね。すごかった。ありがとうございましたと、そんなことしておりまして、で見ましたですわ。お耳に合いましたらの11話目なんですけども、最終回目前ということでとても慌ただしくなってきております。今までね全然そんなどういう終わり方をするんだろうなっていう振りも何もなくねあったんですが、突然アリサさんって井桁弘恵さんがねこう何か相談してるんですよ。部長ですか、に相談してて、そこをね聞いてしまって、なんか特別な人がいるからっつって聞いてしまったのが誰でした？良平くんじゃないやね、良平くんかが聞いてしまって、それをみそのさんに伝えるともしかして結婚するんじゃないかとかねなって、それをじゃあ本当のことかどうか確かめるとバタバタしだすね。で実は転職がしたいとアリサさんは、自分がみそのさんがそうやってラジオでねお耳に合いましたらで好きなことを一生懸命やってる姿を見て、自分もじゃあ何か好きなことをちゃんとやろうというか思うんですが、ところが自分で好きなことってこれなんだろうって思った時に、そうか自分のそれは好きだと応援したいものをもっと世に広めたいからと。で漬物屋さんで働いてるね、メーカーで働いているよりももっと外へ出て自分のそうやって応援したいものを応援できる職場に行きたいと一年発起して、会社を辞めるというお話になってくるわけですよね。でそこでなんで私に相談なくみたいな感じでこう喧嘩というかね言い合いになるんですけども、でそのところでこう
今日のチェンメイシはつって始まったのが串カツだった中でね、こう飲んで、そこでレジェンドラジオパーソナリティが伊藤聖光さんで出てくるんですけど、毎回お耳に合いましたらはレジェンドラジオパーソナリティが出てくるんですけども、大体こうね、その店員さん役で出てくるんですね、そのチェーン店の。で伊藤聖光さんが出てきてアスパラ揚げたの持ってきてみたいなところで、こうそこでラップバトルみたいなのが始まるんですけど、これがバトル形式にはなってるんですけど、全然ラップ韻を踏んでいなくて、こうなんかもうちょっとそこをちゃんとできへんかったのかなと思ってね。これ脚本がマンボウヤシロさんだって、話の筋自体はねいいんですけど、そこラップがねどうもちゃんとラップになってないのが見てて歯がゆかったというかね、ここはもうきっちりうまいなっていうぐらいのラップを決めてほしかったんですけどもね、と思いながら見ておりましたが、そんなんで言いたいことをお互い言って、ですっきりして、っていう感じで終わるのかなと思ったところに、こういつもの3人でね話していると、やってきて、桐石さんっていう方がねやってきて、上司ですね。で良平お前鳥取に転勤だってなってというところでね、最終回を迎えるというね怒涛の展開で、だからみんな仲良し3人組がバラバラになってしまうぞというね、で最終回はそれぞれが旅立っていくっていう感じになりそうなんですけども、いや本当に今回のこのね11話に言えるのは、ラップバトルのシーンだけ本当どうにかならなかったのかなと思ってね、そこだけすごく非常にもったいないというかね、気になりましたが、話の展開としては本当にそうやって好きなことに打ち込んでね、自分がその人自身が輝いて見えるっていうのはいいなっていうお話でしたけどもね、だからそうやってただ闇雲にってわけでもないですけどね、会社勤めしてるよりも、じゃあ自分が本当に好きなものをこうね、追求するというかでやっていこうっていうような話の展開でしたのでね、面白かったですが、本当にラップのところだけどうにかならなかったのかなとか思いながら見ておりましたがね、ぜひね、んでこのお耳に合いましたらの中でね、キーのおかえり晩ご飯でしたっけ、 Spotify でやってるっつって毎回言うんですけど、それをねこの間初めて聞いてみたらね、なかなか氷川きよしさんがねこう料理をしながらね、今日は何かを作るっつって料理をしながら20分ぐらい喋ってるやつがあるんですけど、それなかなか面白くてね、Spotify ね、あんまり聞く習慣はなかったんですけど、それを機にというかね、自分のこの喋ってるね、ハラセンラジオも Spotify に上げれるっていうことを知って、じゃあ一回 Spotify に上げたろうと思って、そしたらいろいろなSpotify のね、番組をちょこちょこ聞いてて、そのキーの氷川きよしさんのやつもね、いくつか聞いたんですけどね、やっぱりああやって本当になんか音声メディアというかね、ポッドキャストというかね、声だけで、話し声だけでいろいろやってるやつっていうのはいいですね。 YouTube とかだとね、他のページというかYouTube 開きながらね、パソコンだったらできるんですけど、スマホとかタブレットだとYouTube 開きながら他のねニュースサイト見たりとかできないですけど、 Spotify とかああいう音声メディアポッドキャストとかねはながら視聴ができるのが強みですよねとか思いながら、お耳に合いましたらをね、本当にいい番組とかドラマなんでね、これ来週最終回になっちゃうんですけども、またね、本当にあれみたいにね、
孤独のグルメみたいにシリーズ化してくれるといいなとか思いながら、どうでもしてくんなかなね。本当に Spotify だけでもいいからお耳に合いましたらね、ラジオ部分だけでもポッドキャスト部分だけでも更新してくれたらいいのになとか思いながら見ておりましたが、Spotify ちゃんは、TVer でね、見逃し配信がありますので、ぜひ、ご覧になっていただければ、毎回ね、エンディングのダンスのところがね、こう、エモいというか、いい感じなんで、ね、それはぜひね、見逃し配信でご覧になっていただければなと思って見ておりました。本当はねっていうか、これともう一本家族募集しますの最終回のね話もしたかったんですけども、それはまた別の日にそれだけでね話したいなと思っておりますので、今日はお耳に合いましたらの11話ね、来週最終回どうなってしまうのかっていうね、どうなってしまうのかというよりもね、3人がバラバラになっておしまいになっちゃうのはちょっと寂しいかなと思いながら見ておりました。ぜひね TVer で見逃し配信皆さんもご覧になっていただければなと思いました。コント転勤、ちょうど時間となりましてね、フリーランスでやってるからね、転勤という概念はないんですけど、自分がね、住みたいところでね、今だったらネットが発達してるんで自由にやれるような気がするんですけど、それもなかなかね、こうだからといって例えばどこがいいですか、熱海なんかにね家を借りて熱海で仕事がやれればいいなとは思うんですけど、やっぱりいかんせんね、対面人と人とのつながりってあるじゃないですか。なかなかね、そうは言っても難しい面はあるのかなとか思いながらね、そういう本当に転勤という概念が生まれ持って全くないんであれですけども、会社勤めの方はね大変だなとか思いながら見ておりましたが、このそうテレビが好きなんでね、地方に行っちゃうとキー局のというかね、関東ローカルの番組が見れなくなるのが非常に辛いだろうなとか思いながら、今だからといってね TVer でね全部が全部あるわけじゃねえね。そこはやっぱりね本当に関東ローカルの深夜のねテレビってね好きなんですよね。だからチャンネルが多いからねやっぱ離れらんないなとか思いながら見ておりました。そんなところでテレビが好きなんですよね本当にとかいうのを思っております。ぜひこのねハラセンラジオチャンネル登録、あともうちょっとね120人ぐらいで1000人いくでしょ。ただね1000人いったところで再生時間が少ないんで、すぐに収益化とはならないんですけどもね、かといってねあれですよ、なんか CG 上げてるじゃないですか、フリー素材として。あれはね勝手に今広告ついてるんですよ。それが腹が立つね。その広告費はどこに行ってんだと思いながら、あれ腹立つんだよな。でもあっちの方が再生伸びるからもっとそれを上げりゃいいじゃんとは思うんですけども、そんな答えの分かってることをしても楽しいですかとか思いながらこうね暗中模索してる方が僕は楽しくていいなと思いながらこれを続けておりますが、ぜひチャンネル登録ね、あとほんと120人ぐらいなんで、ぜひ本当に1000人行きたいなと思いながらやっておりますが、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。